この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。姫川の説明を受けつつ、学生寮までの道のりを一緒に歩く。というか、あれだね、前回の、パート1の話なんだけどさ、ここまででだいたい、45分くらいかなの動画になっとると思うんだけど、パート1でね。今俺音読しとるから、ちょっと長めになるだけで、普通にやったら開始30分くらいで、この登場人物、主要キャラクターの説明っていうのがある程度、つきますね。すごいなんかコンパクトで、しかもわかりやすく、難しい単語はちょっとだけあったけど、難しい言葉は使わずに、はい、説明できてるっていうのが、すごいいいよね。やっぱほら、説明会っていうのはどうしても長くなるからさ、最初からグダグダやるよりも、トントン拍子にね、うまいこと、いろんな人の思いがね、同時進行で進んどってみたいなことって、なかなかいいよね。たまにすれ違う男たちがチラチラと視線を向けてくるのは羨ましいとでも思われてるってことなんだろうか。確かに姫川と並んで歩くってのは男としてちょっと誇らしい気分かもしれない。ただしこれが本当にデートとかならばだ。姫川なんだか楽しそうだなって。もちろん楽しいよ。新しいお友達ができたんだもん。などと屈託のない笑顔を向けてくる姫川。危ないところだった。俺が本気にでもなっていたらお友達の一言で打ちのめされるところだった。それでね、そこにオープンカフェがあるんだけど、これが私的に結構おすすめで。お？琴葉ちゃんだ。ほんとだ。なるほど。さっきのカフェに行こうとしとるんや。本当に偶然だったらしく、琴葉は飛び跳ねるように驚き、またしてもキビスを返して逃げ出した。待て、琴葉。早瀬くん、追っかけよう。二人でか？琴葉ちゃんは私からも逃げてるからね。親友として追いかける権利があると思います。はは、いいな、姫川。そういうノリは大好きだ。じゃあ行くぞ、姫川。女出すなって。琴葉を追いかけて姫川と一緒に街を駆け抜けていく。巨額の費用を投じて埋め立てられ整備された最新技術の粋を集めた街だと聞いている。ただまだ建築途中と思われる区画も多く、どうにも道を覚えにくい印象があった。それを理解した上でだろう、琴葉は工事用の看板で囲われた区画の方へ姿を消した。そんなに逃げることげ。琴葉ちゃんどこ行った？こっちだ、姫川。わかるの？単なる勘。だけどあいつの逃げた時の行動パターンなんてそれほど変わってない気がする。さすが幼馴染。茶化すなって。多分あそこだ。だじゃ。関係者以外お断りの看板を越えてそこへ侵入すると、そこはもう一つ校舎でも作るつもりなのか、かなり広い敷地になっていた。一部は掘り返され、一部は鉄骨が組まれ、また全体の半分以上の面積が空き地になっていて、雑然と資材が積まれている。そしてなんで？そんな資材のそばで琴葉が気まずそうな顔をしていた。本当にいた。お前の逃げるパターンなんてお見通しだっての。ほら、もう逃げんなよ。琴葉ちゃん、逃げたらしばらく口聞いてあげないからね。3日くらい。かわいい。3日って微妙に短くないか？父さん、お手上げ。だが、琴葉には効果があったらしい。両手をひらひらさせて、琴葉の方からこちらに近づいてきた。で、なんで逃げたんだよ。
恥ずかしかったから乙女心だ。恥ずかしいって玉じゃないだろう、お前。もうちょっと尻欲しいんだよな。そんなことないって。墨の絵に来てから私がどれだけ乙女らしく成長したか刑事は知らないのよ。ふふんと自慢げに腰に手なんぞ当てて嫌がる。でも確かにいろいろと確かにずいぶん胸でかくなったな。姫川も相当なものだが、琴葉のそれは桁が違う。俺が知っている頃の琴葉もそれなりに胸はあったが、ここまでのものは備えていなかった。でしょっていきなり表現が直接的すぎる。そうだよ早瀬くん、もっとこう女性らしい体つきになったねとか。そっちの方が逆にやばない？それはそれでエロいような。嘘。なんだろうこのダメそうな会話。そっちはさ、どうしたのよ。どうしたって？転入。ああ、そのことか。まあ墨の絵に転入してくる理由なんて一つしかないけどね。メティスパサーなんでしょ刑事も。登場人物の紹介が終わった後はこの世界の説明。ここら辺すごいよな。うまく作られとるよな。琴葉のセリフに俺が少し驚いた表情をすると、姫川が補足するように言った。聞いてない？墨の絵学園って普通の人でも入学はできるけど、基本的に途中編入は受け入れてないの。例外はメティスパサーと認められて学園側からの勧誘を受けた人。なるほど。そういうことか。メティスとはいわゆる超能力のこと。またそれを使う者のことをメティスパサーという。メティス使いやね。パサー。超能力などといえば昔は一生に付されたそうだが、今は違う。世界規模で起こった海面上昇以後、その能力に目覚める者が急激に増え始め、今では公的にも研究が進められている。年々能力者は増えてきているそうで、俺の世代では7、800人に1人程度の割合で存在するらしい。多いか少ないかはよくわからない数字だが、少なくとも転校前の学校にはメティスパサーの知り合いはいなかった。厳密には俺はまだメティスパサーじゃない。自分がそのメティスを使えるかどうかよく分かってないんだ。覚醒待ちってことなのかな。なんというか、なんとか、いう値が十分に高いって右輪さんは言ってたけど。MWI かな。メティスウェーブインテンシティって言って、メティスの強さに深く関わってる値なの。ほうほう。まあ一通り基本的なことは聞いているんだけど、脳波の一種なんだろう。メティス波強度という言い方の方が分かりやすい気がするが、一般的に MWI 値で広まっているらしい。そうそう。それがある程度高ければメティスが使える可能性も高いの。右輪先生の言うことなら間違いないと思うよ。何かのきっかけ一つで使えるようになっちゃいそうだね。姫川は人懐っこい笑みで言う。ということはその先生たちはそういうメティスを研究しとる人たちっていうことになるのかしらね。まあ俺としてはどっちでもいいけどな。俺自身が使えるかどうかより、メティスってやつ自体がどういうものなのか、それをこの目で見たかっただけだから。それを見てどうするのよ。面白そうじゃないか。そんな力があるってだけでワクワクするし、どんな風に応用できるんだろうなんて考え出したらもう果てがない。早瀬くんは好奇心旺盛なんだね。ちっとも変わらないね、刑事は。ほっとけ。っていうか、琴葉や姫川はどうなんだ？メティス使えるのか？それは、私使えるよ。言いよどむ、琴葉を差し置いて、姫川が右手をビシッと上げた。おお。実演してあげられればいいんだけど、私の能力ってちょっと見えにくいか
実習の時にでも見せてあげるね。見えにくい。姿が消えるとか。いや、それならばむしろ実演しやすいか。今見えているものが見えなくなるのは見えやすい能力ってわけだな。すると、なんだ。突然の轟音が耳をつんざいた。立ち上がる土煙。鼻腔をつく、焼けた匂い。爆発物。工事現場にある何かの資材が引火でもしたのか。いや、鉱山じゃないんだ。資材に火薬なんてあるはずが。エビナ逃げるんじゃねえ。そんなもん食らってられるか。まずい。こりゃメティスパサー同士の喧嘩だよ。巻き添え食う前に逃げよう。メティスパサー同士って、つまり、この爆発は。そうだよ。詳しい説明は後。今はここから。その時かなり近くでその爆発が起こった。エビナてめえ、どこに逃げやがった。自分で爆発させたんだろうが、ドアホ。確かに喧嘩だ。土煙でよく見えないが、向こうから聞こえてきた怒声は、不良同士の喧嘩だと思える。だが不良同士の喧嘩で手榴弾が使われるはずもない。うるせえ。てめえがチョコマが逃げるからだろうが。こっちにはこっちの戦い方があるんだよ。くらえ、ダビデストさせるか。パペットインザミラー。俺の腕が。エサか。お前の能力見てに攻撃力はねえが、俺の能力も喧嘩には結構有効なんだぜ。てめえらしい陰険な能力だな。二人の男は俺たちの存在などに気づいてないかのようにメティスを使った喧嘩を繰り広げている。こんなものに巻き込まれたくはない。それは全くの正論のはずだったが、俺はこの戦いに見入ってしまっていた。刑事、何やってんのよ、早瀬くん。先ほどから爆発しているのが江坂と呼ばれたがたいのいい男の能力だろう。海老名の能力は分かりにくいのだが、どうやら瞬間的に相手の体を動かしているようだ。念動力的なものか、それとも催眠術的なものなのか。刑事！うわ、悪い。琴葉に腕を引っ張られてようやく我に返る。だけど、これがメティス。想像した以上の能力じゃないか。お前の動きはこのパーペットインザミラーで。何？見切ったぞ。お前の能力は視線を合わせた相手を操るもの。つまりこうして目を閉じてしまえばいいんだ。くらえ、ダビデスター。まずい。琴葉、姫か、逃げろ。目をつぶった江坂がこともあろうに、こちらにいくつかの小石を放ってきた。あれが爆発するっていうのか。くそ、バカか俺は。俺の興味で琴葉と姫川を危険にさらしてしまった。だがそんな後悔をしている場合じゃない。俺は、琴葉と姫川だけでも爆発から守ろうと、後ろを振り返り、そして絶句した。何を考えたのか、姫川が恐れもせずに、毅然と立っていたからだ。バカ、姫川、伏せろ。大丈夫。え？私が守るから。姫川は小石に立ち向かうようにして両手を突き出し、そしてその名を叫ぶ。アイギス！複数の爆発音がした。耳がおかしくなったのだろうか、壁を一枚隔てたような音に聞こえる。いや、音だけではない。俺は爆発の衝撃を全く感じていなかった。姫川のメティスが発動し、爆発から俺たちを守ったのだ。それが姫川のメティス、アイギスの能力。完全なる空気の盾を作り出し、あらゆる衝撃を隔絶する能力。そんな理解が俺の脳裏を駆け巡っていく。なんだ、なぜ俺がそれを知っている？早瀬くん、琴葉ちゃん、大丈夫？ああ、大丈夫だ。サンキューフーが愛してる。女の声。まさか巻き込んだか。江坂が今更俺たちの存在に気づいたように言う。無傷。アイギスだと？2年の姫川か。知り合い？
知らない人だと思う。風花のアイギスって言ったら学園内でも絶対防御で名高いからね。少なくとも1000社以上の防御力があるって噂だよ。マジですっげ。タンク姫川。ひどいよ早瀬くん、変な名前つけないでよ。そっちはまさかミス墨の絵の沖原琴葉。そうか、2年生のワンツーがここにおるんか。よく考えたらミス墨の絵。知らない知らないはずないです。琴葉ちゃんは去年の学園祭で学園一の美人さんに認定されてます。琴葉のチクリに対する姫川の大反撃である。しかし姫川がミスコン優勝とは。この学園のやつらみんな騙されすぎだろう。いや、エントリーしてない子の方が圧倒的に多いし。っていうか風花、あんた優勝候補って言われてたのに直前で逃げたじゃない。だって恥ずかしかったんだもん。ごめんねじゃない。なんかすごいのんきな会話をしようけど大丈夫？つまりあれだよな。エントリーした中なら自分が一番だったと琴葉は言ってるわけだ。違う。もう刑事はなんですぐそうやって意地悪言うのよ、バカ。イチャコラを見せつけられとるやん。なんか俺ムカっ腹が立ってんだけどよ。ああ、てめえと同じとは虫唾が走るが俺もだ。あれ？俺やばくね？俺たちは単なる通りすがりで全くあんたたちの喧嘩に関わるつもりはないのでこれにて。この二股の三品野郎め、俺はお前のような軽薄な奴が一番嫌いなんだ。よりによって学園一に争う可愛い子ちゃん二人ってのがまだ罪が深い。断じて許さん。三品とか可愛い子ちゃんとか今時怠慢とかしてる人たちは言うことが渋すぎるな。というのはさておき、別にどっちとも付き合ってるわけじゃ。パペットインザミラー。声が止まった。いや、声だけじゃない。俺の四肢の一切がその動きを静止してしまった。俺を睨みつける海老名の目だけがはっきりと見える。どうやら目の動きすら封じられているようで、そこから目をそらすことすらできなかった。刑事。海老名がにやりと笑うと、俺の口の端も引っ張られる感覚がした。そうだ、さっき江坂って方が何か叫んでた。視線を合わせた相手を操るだったか。バカな。一度視線を合わせられたら、目をつぶるどころか視線をそらすことすらできないじゃないか。なんか燃えとる。だからその瞬間目の前が真っ赤な炎に染まった。何？炎？あれ動く。炎は海老名の視線を遮って俺の体を金縛りから解き放ち、そしてすっと消えた。なるほど、そういうのも OK なんだ。もう声を出すこともできるし、自由に周りを見ることもできる。そこまでよ。お？自由になった視線をその声の方へ向けると、そこには手にしたメティス同士競い合うのは構わない。だけど周りの迷惑も顧みないでメティスを使った喧嘩だなんてメティスパサーの風上にも置けないわね。恥を知りなさい。プロのチェックか。チェックではないな。赤い髪に強い意志を秘めた瞳、そして凛と澄んだその声。先ほどの炎がそのまま人になったのかと思えるほど、圧倒的な存在感。こんな強い印象を持つ少女がそこに立っていた。ポチ。は。赤い髪の少女の背後から長身の少女が現れ、一気に駆け出す。なんだお前は。パーペットインザミラ遅い。ーな。お嬢様を守護する刀、なお影浦友と申します。影浦友と名乗った背の高い女の子は一瞬にして海老名を倒してのけ、そして刀を鞘に収めた。刀？
データによると、海老名のパペット・イン・ザ・ミラーの発動条件は、対象とコンマ5秒以上視線を合わせること。それさえ分かっていれば、取り立てて恐れるような能力じゃない。たとえ視線を合わせたとしても、ともならばコンマ5秒のうちに終わらせることができる。そして私の名前は金剛直。お嬢様の付き人にして、学園随一の悪魔の頭脳。どうした赤い髪の少女の背後から今度はやけに背の低い少女が現れたと思ったら突然解説をし始め、そして脈略のない名乗りを上げた。自分で悪魔の頭脳とか言い出すのはどうなんだ。江坂卓ね。今倒れたのが海老名孝義と。間違いありません。突然出てきやがって、何なんだてめえらは。もしかしてあなた、私のことを知らないの？そんなことだから怠慢なんていう古めかしいことをしでかすのよ。いい？耳の穴かっぽじってよくお聞きなさい。私の名は祐天寺三塩。お、祐天寺三塩。不敵な笑みを浮かべて赤い髪をなびかせているその少女に俺は完全に目を奪われていた。祐天寺だと？確か住之江学園の平和を守るために立ち上がることにしたの。その手始めにあなたたちのような無作法者はやっつけさせてもらうわね。祐天寺。この学園の創設者、祐天寺財閥総帥、祐天寺牛尾の孫娘。まだ1年生のはずだけど。どっかで見かけた気がするけど、あの子がそうなんだ。さすがの風格っていうか。祐天寺だからってなんだってんだ。くらえダビデスター。江坂は怒りに燃えて小石を投げつける。いけない、この距離じゃ。俺がそう思った瞬間、影浦さんが祐天寺さんの前に飛び出すと、滑らかな動作で投じられた小石を掴み取り、その勢いを殺さぬまま上空へと投げた。お嬢様、頼みます。おう。その声を受けてお嬢様と呼ばれた少女祐天寺三塩がきっと睨みつける。すると上空の小石はただそれだけで爆発した。睨みつけただけで俺のダビデストーンが。これが本物の炎の力、太陽の光源プロミネンス。データによるとダビデストーンは着弾時の衝撃を増幅して爆発のエネルギーに変える能力。爆発に必要な最低限の衝撃がなければ爆発自体起こらない。へえ。それはどうした。俺は強え。俺の能力は誰よりも。江坂は逆上し掴める限りの小石をポケットから取り出して投げようとする。だが無駄よ。手がお嬢様の一言でその手が燃え上がる。火は一瞬で鎮火したが、石は江坂の手から転げ落ち、パンと、しけたネズミ花火のような音を立てた。プロミネンスといったか、いわゆるファイヤースターターってやつか。視線を飛ばしただけで何でもかんでも燃え上がるなんて、なんてデタラメな能力だ。江坂、あなたの能力が何ですって？プロミネンスファイヤーアコーディオンプリーツ。今度は一瞬だけ発火するとかじゃなかった。江坂を取り囲むように炎のカーテンが幾重もの壁をはためかせて揺らめいている。俺と海老名の視線を遮ってみせた炎も、これの、たったの一部でしかなかったということか。江坂と海老名が全然もうごっちゃになってきたな。なんて凶悪な能力。恐ろしいよな。多分これに関してはアイギスとかはダメだろうな。広範囲的なもんだと。でも綺麗な炎、あれがプロミネンス。その炎の美しさには姫川だけじゃなく俺も琴葉も目を奪われていた。炎の揺らめきと祐天寺さんの赤い髪が相まって、まさに炎の女神と呼ぶにふさわしい光景が目の前に繰り広げられている。
バカな、こんな江坂は頭をふらつかせながらブツブツとつぶやくと、そのまま地面に倒れ伏してしまった。酸欠か。ゆうてにさんの指の音とともに、初めから何もなかったかのように炎が消え去る。だけど、過ぎていく風とそこにこもった熱が、炎は存在していたのだと俺の感覚に訴えた。酸素欠乏でダウン。存外つまらない終わりだったわね。そう、これがあるから多分アイギスで炎自体は防げたとしても酸欠でいかれるんだよな。攻撃性能高すぎるやろ。にゃお、周囲の被害状況を確認。かわいい。はい。ポチ、江坂海老名両名を縛って何もないところへ。また石でも拾われたら面倒だから。は。そちらの方たち、怪我は。ゆうてんじさんが俺たちに気がついてこちらに歩み寄ってきた。そして俺と目が合って旗と止まる。嘘。なんて言った？私たちは大丈夫です。危ないところを助けてくれてありがとうございます。ありがとうございました。姫川と琴葉の深々としたお辞儀にゆうてんじさんは戸惑うが、その戸惑いは俺の存在に対して向けられている気がして、俺は謝辞を述べることができずにいた。お名前を伺女出とる。キャラが崩れとる。そこのあなた、名乗りなさい。違うんです。早瀬くんは転校してきたばかりで一緒に巻き込まれちゃった側で。俺が江坂たちの仲間だと勘違いされたとでも思ったのだろう。姫川がとっさに俺のフォローに入った。あなたには聞いていないわ、姫川風花。でも、そう。転入生ね。転入生の早瀬刑事。なんで俺の名前を？その時嫌な音が聞こえた。全身の毛が逆立つような感覚に襲われ、その音はとてつもなく危険な音だと本能が叫ぶ。何かが落ちてくる。みんな伏せろ。3人を伏せさせ、俺は頭上から降ってくるそれに向かって両手を突き出した。俺は何をやっている？頭上に迫っているのは何トンあるのかもわからない大きさの鉄骨だった。両手を突き出して俺は何をしようって言うんだ。さっき石爆発させた衝撃でいかれたな。でもこうするしかなかった。今はこうするしか助かる方法はない。いや、こうすれば助かると俺自身が理解していた。姫川の能力を見た時か、それとも能力の名前を聞いた時か。それとも姫川と握手を交わしたあの時なのか。その能力が何であるのか、何が起こったのか分かるのは当たり前のことだった。なぜならその能力は俺自身が使えるもの。俺自身のメティスなのだから。アイギス。お嬢様！できた。両手を突き出した先で、崩落した鉄骨の一部が弾けていた。アイギスは落下の衝撃を和らげて、それを誰もいない地面へと着地させる。おそらく江坂のダビデストーンの爆発で脆くなっていた箇所が今頃になって落下してきたのだろう。嘘。これって私のメティスと同じ。これが刑事の能力。刑事さんに私また。女出とる。ああ。これがアイギス。これが俺の力？気を抜くと、ふっとアイギスが消失するのが分かった。本当に俺が今のアイギスを発動させたのか、まだ混乱しているのか、どうやって発動させたのかすら判然としない。お嬢様、ご無事ですか？お嬢様。大丈夫よ、にゃお、ポチ。それより
早瀬と言ったわね。はい。感謝してあげてもいいわよ。かわいい。お嬢様、それはちょっと違います。確かに。何なんだろう。俺がメティスを使えたことより、この人たちのことが気になった。お嬢様、風紀委員が。止まりなさい。郊外におけるメティスの無断使用、暴行、器物破損等の現行犯、全員拘束します。およ？郊外におけるメティスの無断使用って、まさか俺もじゃないだろうな。沙織先輩、風花、大丈夫？怪我はない？大丈夫です。ありがとうございます、沙織先輩。宇佐美先輩は姫川の無事を確認すると、きびすを返して例のお嬢様をきっと睨みつけた。またあなたたちが騒動の原因ですか、祐天寺一味。一味。今さらのこのこ現れて言いたいことを言ってくれるわね、宇佐美沙織。そんな盗賊団のような言われ方をされる覚えはないんだけど。下級生は上級生にちゃんと敬語を使ってください。そんな拘束ないでしょ。今月はマナー月間、生活指導のプリントに書いてあります。学生だな。その身長では説得力がないぞ、沙織。背の順で私より前にいるナオに言われたくない。あとサオリンってやめて。ではウサピョンで。もっとダメ。背の順で宇佐美先輩より前に並ぶということは、まさかこの、金剛だったっけ、ナオと名乗ったちっちゃい女の子も3年生だということだろうか。確かに、同年代以下とは思えない風格のようなものはあるが。沙織先輩。何？沖原さん。そこに縛られてる男2人がメティス使って怠慢張ってたのがそもそもの原因です。私と風花と刑事はそれに巻き込まれただけで、助けに入ってくれたのが祐天寺さんたちという構図でして。琴葉がちゃっちゃと事の事情を、事の次第を説明する。なるほど、状況は分かりました。つまり巻き込まれたのはこっちの3人。祐天寺さんたちは途中から乱入してメティスでの戦闘行為に及んだと。わ、すごい解釈。生徒間トラブルを解消する目的なのは理解できましたが、できれば緑に能力を使わずに解決してほしかったですね。そういうのを机上の空論という。全てが終わってから駆けつけた者が言うべき言葉じゃないな。ほう、何か反論が？初動の遅い風紀委員殿。爆裂に仲悪いねか。バチ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 と、小柄な3年生女子の間でものすごい火花が散っている。ただ、より小さい方はニヤニヤと浮かべた笑いを崩していない。かわいい。とにかく今回の件は彼らからも事情を聞いておきます。いくら祐天寺さんでも拘束に特別扱いはありませんから。それから早瀬刑事、俺？女の子を連れているのならトラブルに巻き込まれないように気をつけるように。いえ、早瀬君は二人ともありがとう。でも確かに俺も悪い。フォローしようとしてくれた二人を制して言う。初めてメティスを目の当たりにして思わず見入ってた。さっさとこの場を去るべきだったのに。ごめんな、姫川、琴葉も。お前たちが巻き込まれたのはやはり俺が原因だ。でも早瀬君は私たちのことちゃんと守ってくれたよ。ちゃんとアイギスで守ってくれた。何？いや別に何でも。全員処女やからな。姫川風花さんね。やばい、ライバルやライバル。早瀬刑事、やっぱり要注意人物のようね。おい、三者三様のやめろ、その反応。なんでですか、沙織先輩。多分そこで姫川が俺の側に立つから反発されるんだと思う。さて風紀委員殿、そちらで伸びている2人、江坂と海老名を早々に連れて行ってくれないか？言われなくても分かってます。お、先輩の能力だ。かわいい。かわいい。お？
宇佐美先輩の足元の影からずんぐりむっくりした黒い人影が立ち上がった。人影というよりはぬいぐるみのうさぎの影か。かわいい。しかもそれがポコン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 と合わさって4体も生まれ出てくる。これもメティスなのか。なんでもありだな、メティス。みんな、この二人を運んで。 4体の影は宇佐美先輩にペコリと頭を下げると、それぞれ2体ずつ取り掛かって2人のメティスパサーをエッサホイサと運び始めた。早瀬刑事、はい。今日のことは感謝するわ。ぜひまた。ああ、はい。行くわよ。にゃお、ポチ。宇佐美先輩が去り、祐天寺さんたちが去っていく。俺が姫川と琴葉を見て苦笑すると、2人ともほっとした笑顔を見せた。俺たちも行くか。はーい。ここが男子寮のなぎなみ寮だよ。